こんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。この動画には字幕をつけていません。もし字幕をつけたいときは YouTube の設定ボタンを押してください。今回は美容院の話をしようと思います。日本の美容院ではどんなサービスがあるのかについて話します。そして実際に先日私は美容院に行きました。その時の話もしようと思います。日本の美容院と皆さんの国の美容院とでどんな違いがあるでしょうか。ぜひそのことを考えながら聞いてみてください。一般的に日本の美容院は予約をしてから行きます。美容院によっては予約をしないで突然行ってもすぐにサービスを受けることができます。でも混んでいる場合はかなり待たされることもあります。ですから予約をした方がいいです。予約をすれば待つことはありません。予約は美容院のウェブサイト、アプリ、電話でします。予約の時は名前、希望の日時、受けたいサービスを伝えます。例えば、森田優子です。12月5日9時からカットで予約をお願いします。などのように言います。日本人は髪を切ることをカットということが多いです。希望の日時というのは自分が一番都合がいい日と時間という意味です。この言葉はよく使います。私は美容院に行くときはいつも予約をしてから行きます。美容院に行ったらまず受付をします。受付では名前を言って荷物を預けます。そして初めての美容院ではカルテを書くように頼まれることがあります。カルテはお客の情報を書く紙のことです。カルテには名前、電話番号、住所を書きます。美容院によってはカルテに髪の悩みを書く場合があります。髪の悩みとは、例えば髪が広がりやすい、髪が傷んでいるなどです。また髪を染めたい場合はアレルギーの有無を聞かれる場合があります。有無はあるかないかという意味です。ちなみに私の行っている美容院は受付もしないしカルテの記入もありません。そういう美容院もあります。受付を済ませると美容師が席に案内してくれます。そして客が席に着くと美容師から今日はどんな感じにしますかなどと聞かれます。この時に美容師に自分の希望の髪型を伝えます。髪型は髪の形のことです。英語ではヘアスタイルのことですね。この時に美容師にできるだけ詳しく自分の希望のヘアスタイルを伝えるといいです。でもうまく伝えられない場合は写真を見せるといいです。私は写真を見せることが多いです。ネットで自分の好きな髪型の写真を見つけてそれを美容師に見せることが多いです。ちなみに私は今回髪をすいてもらってパーマをかけました。髪をすくというのは髪の量を少なくするという意味です。私の髪の量は多いです。
今回4ヶ月ぶりに美容院に行ったんですが、髪が伸びて髪の量がとても多くなっていました。そうすると毎朝整えるのが大変なんですよね。ですから早く髪の量を少なくしたかったです。そして私はここ1年くらいパーマをかけています。4ヶ月もするとだんだんパーマが取れていきますから、またかけることにしました。パーマが取れるというのはパーマがなくなってくるという意味です。多くの美容院ではヘアスタイルの相談が終わったら髪を洗ってもらいます。髪を洗ってドライヤーで乾かして髪をきれいにします。そうしてから髪を切ったり染めたりパーマをかけます。美容師の人に髪を洗ってもらうとすごく気持ちがいいです。基本的に日本の美容師は丁寧に髪を洗ってくれます。お湯の温度はどうですか？お湯の温度は熱くないですか？かゆいところはありませんか？気持ちが悪いところはないですか？などと客に確認しながら洗髪してくれます。洗髪するは髪を洗うという意味です。ちょっとフォーマルな言葉です。美容師によっては髪を洗いながら頭をマッサージしてくれます。私はいつも美容院に行って美容師さんに髪を洗ってもらっているとき、毎日美容師さんに髪を洗ってもらいたいななんて思ってしまいます。髪を切ったり染めたりパーマをかけるとき、美容師は客が退屈しないように会話をすることが多いです。初めての美容院であれば、今日はどちらからいらっしゃいましたか？お仕事は何をされていますか？今日は寒いですね。というような話をします。要するに世間話ですね。何度も行っている美容院であれば、最近はどうですか？とか、もっといろいろな話をします。私はどちらかというと、あまりそれが好きではありません。私はどちらかというと、美容院で話をすることが好きではありません。なんていうか、人と話すときに気を使うのがちょっと疲れちゃうからです。相手と仲良くなればいろんな話をしたいと思いますが、まだ親しくない人に自分のことをいろいろ話すのが好きではありません。なのでどちらかというとそっとしておいてほしいなと思ってしまいます。私に話しかけなくて大丈夫ですと思ってしまいます。もし私が美容師の人とあまり話したくないなと思った時は雑誌を読みます。多くの日本の美容院では席のそばにテーブルがあります。そのテーブルに雑誌が置いてあります。それを読んでいる時は美容師は話しかけてきません。髪はこれくらいの長さでいいですか？とか、サービスに必要なことは話しますけど、世間話をすることはしません。おしゃべりが好きな人はね、美容師の人とたくさん話すといいと思いますけど、そうじゃない人はそういう風にするといいと思います。でも今私が通っている美容院の美容師さんとは話します。彼女は話しやすい人だし、付き合いが長いからです。髪を染めたりパーマをかけるときは時間がかかります。ですから美容院によっては途中でお茶やお菓子を出してくれることもあります。肩を揉んでくれる場合もあります。私がいつも行っている美容院では
お茶とお菓子を出してくれます。この間行った時はハーブティーと和菓子を出してくれました。希望のサービスを受けた後はまた髪を洗います。髪を切るだけだったら髪は洗わない場合もあります。そこは美容院によって違います。美容師が客の髪を洗って乾かした後は鏡を見ながら髪型を確認します。美容師が客にいかがでしょうかと聞きます。もし満足した場合は、はい、イメージ通りですとか、とても気に入りましたなどのように伝えます。もう少し直してほしいときは、後ろをもう少し短く切ってくれませんかとか、もう少し軽くしてくれませんかなどと伝えます。もうちょっとこうしてほしいっていうことを言います。髪の話をしているとき、軽い、重いという言葉が出てきますが、これは髪の量のことです。髪を軽くしたいという場合は髪の量を少なくしたい。髪が重いから軽くしたい。髪の量が多いので少なくしたいという意味です。髪型の確認が終わったら席を立ちます。そして受付で料金を払います。もし荷物を預けていたら受け取ってお店から出ます。大体の美容院では客が店から出るときに美容師がお見送りをしてくれます。見送るというのはいくつか意味がありますが、ここでは相手と出口まで一緒に行くという意味があります。美容師は客と出口まで一緒に行って、ありがとうございました。またのご来店をお待ちしています。などと挨拶をしてくれます。というように、日本の美容師の人はただ髪を切ったり染めたりするわけではありません。客にいろんなおもてなしをします。そして長時間立ったままで仕事をします。とても大変な仕事だと思います。ちなみに日本の多くの美容院はだいたい週に1回しか休みがありません。やっぱり大変な仕事だなと思います。ということで今回はここまでにします。皆さんの国の美容院と日本の美容院はどう違いますか？また日本の美容院の話を聞いてどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。いいねやチャンネル登録をしてくださると励みになります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。